IUGA でございます。来ましたよ、モーグサブファティ。これね、もう本当にご機嫌だわ。すごいです。見ての通りですね、このシンプルなパネルね、鍵盤数もこう2オクターブですけど、ものすごい可能性を秘めてますね。今聞いてもらって分かった通りですね。もう何たってここ見てください。サブファティね、サブトラクティブアナログシンセサイザー。まあアナログですよ、ね、過激にこうね音をガンガンに作っていきましょうということで、これね、じゃあ一個一個説明していきますね。で、今弾いた状況でいろんな音が出ましたけど、まあ、全てこのシンプルなパネル上で出てますけど、まあ、今ちょっとねこのコーラスエフェクトとちょっとディレイを、ね、かましてましたけど、まあこういったね、小物を使ってですね、サウンドメイキングするっていうのはもうとてもいいことだと思いますね。じゃあこれねちょっとバイパスにして全く素の状態でいきましょう。まずここ見てください。プリセットってくらいですから、このねパネルで作ったことは全てメモリーができます。バンク1番、2番、3番、4番、バンク2の1番、2番、バンク3の1、バンク4、まあパーカッション系だね。このように、全部で16個メモリできますね。自分の好きな音色をメモリする。そしてここのねアクティブパネルっていうところを押すと、今のこのパネル上の音色ということになる。じゃあ、パネル上の音色でちょっと説明してみましょう。これ見て分かる通り、オシレーター、ね、1と2ってありますね。2つのオシレーターがあります。で、そのオシレーターをミキサーというところでミックスする。オシレーター1で、さらにサブオシレーターってのもあるんだけど、サブオシレーターって1オク
クターブ下の音が出ますね、オシレーター1の。でオシレーターの2番のミックス、そしてノイズ。まあここでミキシングするという、オシレーターね、発信機を、ミキシングする。でフィルター、ね、倍音を削ったりとかねしますね。で、音色に規制をつけるレゾナンスとか、このマルチドライブったらこのちょっと秘密兵器があるんだけど、まあここ後で説明しますね。でエンベロープ、フィルターのエンベロープ、アタック、ディケイ、サステイン、リリース。そしてアンプリファイア、音量のアタック、ディケイ、サステイン、リリース。そして最終アウトプットのマスター、ヘッドホンも使えるということでしょ。でここがね、大きな特徴で、モジュレーション、変調だね、いろんな変調をかけられます。もちろんピッチに変調をかけることもできるし、フィルター、すなわち音色にもかけることができますね。ピッチだとビブラートってありますけど、フィルターだとワウワウ効果となりますね。でここのウェーブという変調なんだけど、ウェーブってね、この、サブパーティー非常に面白いんですけど、この今オシレーター1の音出てますけど、ここウェーブ波形、三角波からノコギリ入って不形入ってパルス波、こうね、パルス幅変えられてと、すなわちウェーブがね可変するんだよね。これその可変する、状況をこのウェーブのアマウントでこう変えちゃうみたいな、変調しちゃうみたいなところですね。あとはピッチ、グライドって2つの音の間を滑らかに動くと。こういうですね、別名ポルタメントとも言いますけどね。でオクターブ、2オクターブしかないんだけど、鍵盤はねこのように、上下2オクターブシフトするというねことですね。で、ここはメモリーのところ、プリセット、先に説明したように16個のプリセットを自分の音でメモリーできて、しかも、パネル上のアクティブな今の状態のパネルの音ということですね。でピッチベンドホイールとモジュレーションと、実にシンプル、実に分かりやすい。これでいろんな多彩な音ができるというのが大きな特徴ですな。はい、それでは見てみましょう。まずオシレーター、オクターブこう変わりますね。16フィート、8フィート、4フィート、2フィートで、オシレーター2つあるというメリットは、2つ重ねるとこのミキサーのところでちょっと今オシレーター1でしたけど2を加えるよ。このうねりが生まれる、今2をオンにしました。でフレキュエンシーのところでこうで、2つ目のオシレーターのピッチを微妙にずらす。でね、目いっぱい動かすとプラスの方向に行くとプラス7、半音7個分なんで、ちょうど完全5度になりますけど、下方向も、マイナス7。ビッタンコね、こうプラス7マイナス7に行くのが素晴らしいね。さすが安定してますね。微妙にずらす感じがうねりが生まれて、このね、これだけでピッチをこう下げるだけでもういい感じでうねっちゃうね。でさらに面白いのがこのね、サブオシレーターもあるんで、実は2つのオシレーターなんだけど、もうあたかも3オシレーターあるかごとくこう動いてしまう。めちゃくちゃぶっとくなるよね。これ私の持ってるミニモーグと同じ 3BC、VCO 状態である。さらにノイズだけ鳴らしてみようかね。こんな感じでこう非常にね、ノイズの音もいいですね。いいところですね。そして、フィルターいってみましょう。このフィルターの感じもねとても良いですね。フィルター、ここにあるように
倍音を削る。当然丸い音から、ね、波形丸出しの音まで出ますね。でレゾナンス上げることにより、これピークとも呼ばれますけど、その、強調する帯域がこうねグインと持ち上がるんで、その状態でフィルターを動かすと、カットオフを動かすとね、ミヨーンとした感じがね、もろに出ますね。いい感じですね。このやっぱモーグのフィルターのね大きな特徴で、レゾナンスを上げるといい感じでピークが来るんだけど、下げるとレゾナンス下げるとね、下の方の成分が残って、非常にねモグらしい太い音になりますね。そのいい感じのところをこうね見つけるみたいな。ちょっと歪み感のあるところがね好きですね、私はね。これはねこうでなくちゃいかんな。でマルチドライブっていうのはこれ一種の、フィードバックみたいな意味合いで、一度、アウトプットしたものをまた戻してきてみたいな、内部ループ、信号を出力を内部ループさせるという機能で、これを上げることによりこの辺が分かりやすいかな。ないと普通こうでしょ。上げるとマルチドライブないと割と素直にここでいくんだけど、もう絶妙に倍音がこう増えてくる、感じになりますね。というものですね。でさらにこのイージーアマウント、ここでエンベロープジェネレーターの量を決めますね。フィルターのアマウントなんで、ここエンベロープ、ね、アタック上げるとこんな感じになりますね。で同様に、音量の、ADSL リリースを上げると音が残りますね。というように、シンプルな設計になってるんだけども、ここで面白いのがね、ここにあるようにオシレーターの1と2、ハードシンクっていうのがあります。ハードシンク、これオンにすると2つ入れるね。どうでしょう。ハードシンクすると、2を1に強制的に合わせます。でこれによりオシレーター2に、合わせると。それでこうフレッキンして動かしてみると分かるんだけど、このようにね過激にこうフィルターとかのこのねイージーアマウントの変化ではないピッチで変調するその過激な倍音変化が起こるんだよね。それを実はねこのモジュレーションのところでもちょっと専門的になりますけど、フィルター EG でフィルターのエンベロープジェネレーターで変調をかける。こういうことができるね。ピッチアマウントをオシレーター2だけにかけることで、このフィルターのエンベロープがこの倍音変化、に追従して動くようになると。
面白いですね。素晴らしいです。でさらにすごいのがね、これ強力なのが LFO なんだけども、この普通にこの LFO のこの速さがこう速くなりますね。これピッチでこのモジュレーションホイールで変調がかかってるんだけども、これフィルターにかけるとこうなりますね。もうちょっと分かりやすくでしょうか。で波形にかけるとこの波形が変化します。これ面白いね。でちょっと全部フルにしてみようか。で目いっぱい上げるね。ここまでいっちゃう。これをねさらにね LFO のレートを上げていくと、ここまでいくからね。もちろんこの揺れのソース、この波形も変わりますから。サンプラーノード。抜群に素晴らしいですね。これらを駆使することによりもう抜群にいい音が出る。でなんたってモーグサブファティ、これ純粋なアナログシンセですからね。本物のアナログシンセ、これが大きなポイントです。ということはいろいろ遊べるわけですよ。その遊びでどんな感じでこうね、遊び倒そうかということでまた出しました、ノイファーのダークタイム。当然アナログなんで、当然アナログとしてのこうね、CV ゲートの端子がありますからね、ここ CV ゲートのインプットがあるんで、これで今挿してます。ということは、こいつから出る、ダークタイムから出てる、CV ゲート信号がこちらに受け取るということになって、音がもうすぐ出ますね。じゃあちょっとスタートしてみるね。これでやってみましょう。Wow.
What?